蜂がいっぱい溜まっちゃって雑然となっちゃってる。それを改善していくと、ワンちゃんたちが一緒に遊べる、機能的に楽しめる、動きやすい庭の径としても成立するような空間に。おはようございます。今回もまだちょっとガーデンリメイクという形でその現場に来ました。奥様とご主人がお花が好きで自分たちで楽しんでおられますから、それをしやすい空間に今でも結構鉢でいろいろと置いてやっておるんですけども、なかなかちょっと鉢がいっぱい溜まっちゃって雑然となっちゃってるという部分があるんで、それをちょっと改善していくと、リメイクしていこうと思ってます。はい、よろしくお願いいたします。見てもらうように、やはり長年育っちゃったこの手柏がやはりちょっと道路に出てきたり、ちょっと管理するのも大変つ生け垣を生け垣あっていいんですけど、一応ちょっと生け垣を撤去だから、前はもっともうどんどん伸びちゃうんで、この手入れ刈り込みないないっつうのも毎年やっていくっつうのも大変になってくるということで、一応ちょっとグリーンのね帯状でいいんですけども、撤去せざるを得なくなったということで、これ生け垣を撤去して道路に面してるので、目隠し的なものも必要になってくると思いますし、あと既存にある植物の一本移植木蓮なんですけども、やっぱし、隣にシャラがあるんですけど、このシャラが立派なんですけど、木蓮の勢いでちょっと硬い枝になっちゃって、もっとだからシンボル的にシャラを堂々と生かしてあげたいなと思いまして、これ木蓮は一応伐採じゃなくして移植門のこちらの空間が空いてるんで、そこにちょっと移植しようかなとは思ってます。結構この手頭っていうのは幅りが出ちゃうんで、宮崎の方まで面積を取ってますから、だから結構狭くなってくる状態。今こんだけやっぱし70センチぐらいだから、今仮にフェンスでちょっと押さえてるっていう状態なんですけども、だからこれを取った時点でもっと10センチぐらいのフェンスにすれば面積10セン。やっぱし花壇としてもこちらの方は必要っていう形がありますから、で一応今これ押さえてるんですけど、これはやっぱし再利用で、ちょっと形が変えていきますけども、こっちから庭先から見てちょっと変化をつけないと、ちょっとデザイン的に見れる景を少し作っていこうかなと思ってます。で今こうやって芝生になってるんですけど、ちょっといろいろと芝生の管理も選んで、芝生を取って今度は人工芝、我々にとっては天然芝の方おすすめあれなんですけど、最近やっぱり人工芝も良くなっておりますから、で水はけの問題も結構、それで人工芝引いてあるとぬかるみもなくなりますし。そうですね。で
ワンちゃんがおられるんで、まあワンちゃんをここで遊ばせるつうのにもまあ適してんかなと。そうですね、あんまり長いとなんか置いてちょっと人工芝をでいきたいと思っております。で今このちょっとデッキになってるんですけど、まあ、このデッキを撤去しまして、ここの辺に腰高、まあ、L 型の花壇をちょっと高めの花壇を作って、まあ菜園とかある程度そこでできる形ですから、今こうやって奥様が植えてるやつなんかもこっち側に今度は植えられる。だからできるだけ地植えで楽しめる部分ってできると思います。今これだとちょっと地植えする場所っていうのがなかなか見つからないんで、であとこっちに大きな鉢を作るような感じで、まあそうするとこう鉢類が整理できると、そういう形ですね。こんだけの大きいいろいろ鉢を置いて、今こうやって綺麗なアーチになってますけど、まあ正面にこっちにもちょうどこの路線にアーチを作って、になります。でここはもう乗り降りはここ今ほとんどしてないという状況なんで、ここにちょっとステップっつうか設けまして、空間を作って、でこの上はパーゴラをここで庭のアクセントとしてここまで、まあ最終的にバラも絡ましたいと、それとちょっと雨よけもちょっと考慮したいということで、まあ今までついてたんですけど、これを再利用、パーゴラの下に入るような形でパーゴラを作っていきたいと思って、これ柱で持ってるんで、今度はパーゴラが来ますから、パーゴラとパーゴラに梁が来るので、その梁に直結しちゃえばこの柱はいらなくなる。まだまだ使えますから、それとあとここに空間があるんで、ここにちょっと物置を、園芸用品、そういうものを入れられる木製のやつで我々で作っていこうかなと思ってます。それと今見ての通り、ここからの止水栓で水やりホースをこうやって長いやってますから、これを取った時点で中間に立ち水栓、化粧水栓を設けて、そうしますとホース半分ぐらいで全部ここに遠かったし、そのデザイン的にそれがシンボルになるデザインをしていこうかなと思ってます。真ん中あたりが一番ホースの加減的に管理しやすいかなと。でホースもそれほど長く伸ばさなくても済むんで。でもう一つ最後に、色合い、グラウンドの色合い、人工芝だけじゃあれなんで、全面じゃないですけども、ちょっと R で自然石の欄張りを貼って、この色合いを、この辺にもちょっと入れたり、それからちょっと木蓮の取った後、あの辺にもちょっと散らばしすれば、庭全体がこうつながりが出てくるかなという構想です。全体も今そういう内容ですね。
もうちょっと機能的にこう楽しめる、動きやすいで、それによってちょっと部屋の形としても成立するような形の空間になると思っております。はい。だから植物はまあ自由できる部分も多くなる。そうすれば鉢が半減。まあ鉢は鉢で飾りバッジとして置いたり演出はできると思うんですけど、作ったやつを自分たちで演出できる。でまたご主人が作業しやすい空間にしていけばいいかなと。大きな木はまあこれは手入れは何年にしなきゃいけないですけど、結構この趣味的な作ってる手入れだけでまあ逆にこう装飾的な植栽の部分の手入れっていうのはしなくてもいいっていう。であとワンちゃんたちが一緒に遊べる空間でもしていきたいと思ってます。